おい、東だ。さっさと電話出ろ。うるせえぞ、のろま。はい、すみません。課長の斉藤にせかされて、俺は慌てて電話を取る。たく、これだから田舎から来たじじいは役に立たねえな。彼はそう言ってちっと舌打ちをした。俺の名前は東だ。俺が働いている職場はある飲食チェーンの本社、総務課で働いている。俺はもともと地方の店舗で店長をしていたのだが、今年になり本社勤務に抜擢された。だけど移動してきてからというもの、少し困った事態になっている。その原因は課長の斉藤という人物だ。彼は去年入社したばかり。23歳の若さで課長職に就いているのは、この会社の役員に父親がいるからだ。そんな彼は、この会社は自分のもの同然と思っているようで、日頃から部下の社員に対して心ない物言いをしては嫌がられていた。その中でも最近毎日のようにターゲットにされているのは俺だ。俺は40代。決して若いとは言えない。そんな年で地方の店舗からわざわざ移動になってきた俺のことを斉藤は見下しているようだった。赴任した初日、彼は挨拶した俺を肉々しそうに睨みつけながら、お前みたいな学歴も経歴もパッとしないような親父、いくら数合わせのためとはいえ本社にとっては迷惑だ。お荷物の底辺に与えられる仕事はクレーム処理ぐらいだ。お前は今日からクレーム対応をやれ。そう言って自分が嫌なクレーム処理の仕事を押し付けたのだった。彼はこんな調子で今まで散々社内で迷惑行為を繰り返してきたそうだ。特に学歴が自分より低い人間に対しては容赦なく罵倒し、そのせいで辞めていった同期も数人いるという。そんな問題社員の彼と嫌々ながら同じ部署で働いて数ヶ月が経ったのだが、ある日事件が起こった。きっかけはある女性客からのクレーム電話。実はその電話がかかってきた日、俺は用事でオフィスを留守にしていた。その日はたまたま他の社員たちも忙しくて、オフィスには斉藤課長しかいない時間帯があったらしい。俺がいる部署は総務課のクレーム対応室だが、課長はほとんど自分でクレーム対応をしたことがない。面倒くさがりの斉藤課長はクレームを全部俺に押し付けて、自分はいつも偉そうに椅子に座っているだけ。親の肩書きだけで役職を得ているため、実務はほとんどできないのだ。それにプライドが高くて人に頭を下げることができないし、普段から年上だろうとなんだろうと上から目線で話すのが癖になっていた。そんな彼が一人でいる時にクレームの電話がかかってきたのだ。彼はしぶしぶ電話を取ったらしいのだが、短気な彼はクレーム電話をしてきた女性と口喧嘩になってしまい、相手の女性を電話をかけてきた時よりも数倍怒らせてしまった。しかも最悪なことに、電話をかけてきた女性は SNS 上でそこそこ有名なインスタグラマーだったのだ。斉藤の対応に激怒した彼女は電話が終わってすぐにそのことを SNS で発信し始めた。クレームの電話を本社にかけたらつまんないことで電話してくるなとか、女は話が長くてうるさいとか、そんなひどいことを言われた。しかも最後には悔しかったら裁判でも何でもやってみろと挑発された。日頃の斉藤課長の暴言三昧の態度を見ていると、この SNS 上での書き込みは話を持っているわけではなさそうだ。斉藤はクレーム電話にカッとなって、本当に女性が SNS で拡散したような暴言を彼女に吐いたに違いなかった。しかもこの発言はみるみるうちに広まって、気づいた時には我が社は SNS 上で
トレンドに入ってしまうほどの大炎上となっていた。この事件は数日間続き、当然企業イメージは急落。本社には週刊誌やワイドショーから取材の電話が鳴るようになった。また便乗した野じ馬が報道を見て会社に意見する電話をかけてくるようになってしまった。ただでさえ毎日クレーム対応に追われていたうちの課は普段の10倍近い業務量になり、とんでもない状況になってしまったのだ。俺は昼夜かかってくる野じ馬や取材の電話を相手にしてはヘトヘトになるまで残業をした。しかも悪かったのはこれだけじゃない。この事件は今後の会社の業績にも影響があると見られたのか、株価にも影響が出てしまった。それを見てさすがに幹部役員たちも事態を深刻に考えたらしい。そこで今週末には会議を開き、クレーム電話に対応した社員に炎上の顛末について説明するようにとの通達が出たのだ。ところが、俺が会議に出ろ？そんな、俺はあの日用事に行っていて午前中はいなかったんですよ。クレームの電話は斉藤課長が取ったんですよね。なんと斉藤は自分が炎上を起こしたことを役員に説明するのが嫌だから、あの時間帯にオフィスにいて電話を取ったのは俺だと役員たちに勝手に報告してしまったのだ。俺が彼の話に怒ると、まあ落ち着け。なあ東田、お前だってサラリーマンだからわかるだろ。俺は親が専務だから将来この会社の役員になることは確定なんだ。お前今年で40だっけ？出世レースで他のやつに負けたくないだろ。もしお前が今回の件で俺のことをかばってくれたら、この恩は一生忘れないな。就業時間後の社内、俺と斉藤の2人だけとなったオフィスで、彼はニヤニヤと笑いながらそう迫ってきた。そんなことを言っても自分がやっていないことをやったとは言えません。あなたの失敗なんだから、正々堂々あなたが責任を取るべきだ。そう言うが、気持ちはわかるが東だ、お前にはもう道は残されてないんだよ。今さらお前が自分がやったことじゃないなんて言っても幹部は誰も信じないだろう。なんたって専務の息子の俺が報告した内容なんだからな。平社員のお前と俺じゃ信頼の格が違うんだよと脅してくる彼。それでも俺が拒否すると、お前はまだ地方から移動してきたばかりだし、厳しい処分が下ったとしてもまた地方に送られるくらいのもんだろ。もしそんなことになったとしても、そのうち俺が親父に根回しして本社に戻れるようにしてやるからさ。な、ここで勝ち馬券を買っておけばお前は絶対に出世レースに勝てるんだ。こんな調子で最後には怖い表情をして脅すようになった。俺はその後も拒み続けた。だけど彼が言っていることは本当だ。役員たちの会議で俺がクレーム電話に出たのは斉藤だったと説明しても、果たして信じてもらえるのだろうか。きっとみんな斉藤の話を信じて、結局俺は処分されるに違いない。何よりも幹部の一人、専務は斉藤の父親なのだから、どう見ても逃げ切ることはできなさそうだった。なんて卑劣な男なんだろうか。こんなしょうもない課長のせいで今まで何人もの社員が辞めていったのか。そう思うと怒りがふつふつと湧き上がってきたが、どうすることもできない。結局その後、斉藤は強引に会議に出ることを約束させ、あっという間に会議の日になった。時間になり、俺は不安に苛まれながら会議室に踏み込んだ。会議室の中には社長を中心とした幹部役員、それにあの斉藤の姿もあった。彼はニヤニヤとしながら専務である自分の父親に何か耳打ちをしている。親子はまるで面白い見せ物を見ているかのように
俺のことを見ているのだった。自分の身に覚えのないことで裁かれなくてはいけない。そのことを考えただけで俺は胸が苦しくなった。座りなさい。それでは会議を始める。専務がそう告げた。俺はクレーム事件の真相を説明しようと思ったのだが、事の顛末はもう君の上司の斉藤から報告を受けている。状況は分かったから君の処分について話し合いたいと思う。なんと斉藤の父親である専務は俺の話など一切聞こうとせずに、そのまま処分について話を進めようとしたのだ。待ってください。今回の件は俺の責任じゃありません。きちんと真実を知ってください。そう言ったけれど、うるさい、東だ。この後に及んで往生際が悪いぞ。横から怒鳴る斉藤。どうやら最初から彼は専務である父親と組んで全ての責任を俺に押し付け、自分はこの件から逃げ切る予定らしい。こんな専務と俺とのやり取りを不思議そうな顔で見守っている他の幹部社員や社長。彼らに向かって斉藤はわざとらしく語り始める。ああ、東田のやつ、あんなミスをして会社に損害を与えたのに、この後に及んで私の監督が悪かったせいでこんな問題社員を野放しにしてしまって、社長、大変申し訳ございません。斉藤はそんなことを言って必死に演技をしている。そんな彼の姿を見ながら俺は拳を握りしめた。東田君の処分はどうしますか？降格といっても彼は地方から移動してきたばかり。やはり地方に再度を繰り返すべきでしょうね。専務が社長に問いかける。社長は今まで何も言わず話を聞いていた。俺はドキドキしながらそんな社長を見守っていたが、しばらくすると彼は不意にこう言った。移動なんてしなくていい。だって彼はもうすぐ退職することになっているのだから。社長のその言葉に横で聞いていた斉藤は大喜びしている。社長、懲戒解雇ですか？まあ確かにこいつのせいで我が社のイメージはガタ落ちですからね。正直私が社長だったら慰謝料を請求したいくらいの気持ちですよ。気に入らなかった俺が追放されることが分かったのだから有頂天になっているのだ。やはり地方から来た社員は会社のお荷物にしかならないようですね。おい東だ、お前会社を辞めて田舎に帰れ。無能にはど田舎がお似合いだ。そう罵倒した。だけどその時、本当の俺のことを知っている数名の幹部社員は腹の中で思っていたのだ。課長、やっちまったなと。そう、反撃が始まったのだ。喜んで俺を罵倒している斉藤に社長は横から口を挟んだ。何を言っているんだ斉藤。クビになるのはね、東田くんじゃないよ、君の方だ。社長の一言に斉藤は雷に打たれたようになった。どうして？俺は何もやっていませんよ。あのクレーム電話の対応は部下の東田が行ったんです。確かに管理職として俺にも問題はあったかもしれませんが、クビだなんて。彼はそう言ったが、君はあの日あの時間帯に東田くんが電話を取ったと言っているが、それは不可能だ。はあ？そんなことありませんよ。彼はオフィスにいました。反論する課長。だけどそんな彼に社長は冷たく事実を告げた。なぜなら
彼はあの時社長室に来て私に定例の報告をしていたのだから。ええ。斉藤はまだ訳が分かっていない様子だ。実は彼は会社の内部を調査するために依頼したシークレットエージェントなんだ。ちょうど今月末で契約が切れるから、だから退職と言ったんだよ。この一言に事実を知らなかった社員たちからはどよめきが起こった。エージェント、どういうことですか？こいつは地方の店長から本社異動になった平社員じゃなかったってことですか？社内調査だなんて。なんでそんなことを。うろたえている斉藤に、それはもちろん不正を暴くためさ。俺はそう言った。実は俺は企業を専門に内部調査を行うシークレットエージェントなんだ。ある時社長からうちの社員の中に会社の機密情報を流出させている者がいるから調査してほしいと相談を受けてね。俺がそう言うと、そうだ、外部の人間に依頼したのは犯人の目星が専務の息子だったからだ。この一言にまた会場がどよめく。すると大きな音を立てて、父親である専務が椅子から立ち上がり、社長、いくらなんでもそれは私の息子が会社を裏切るような行為をしているわけがないじゃないですか。そう抗議した。だけど、じゃあ皆さんにこちらの証拠をお見せしましょう。俺はそう言うと会議室のスライドをつけた。そして用意していた資料を次々に映し出す。なんとそこには斉藤が会社のパソコンに不正アクセスをした時間や記録、女性社員に対して送ったセクハラメール、外部の掲示板に社内の極秘情報を書き込んだ証拠などがずらっと並んでいる。そして資料の後には数枚の写真が映し出された。それを見ると、これは俺じゃないぞ。専務が大慌てになっている。その写真には我が社のライバル会社の社長を接待している専務の姿がはっきりと写っていたのだ。しかも横には息子の斉藤が座っていて、彼が持っているスーツケースには大量の札束が詰まっていた。ちなみにこの接待の時の音声も録音済みです。ゴルフ仲間と一緒に食事をしただけなんて言い訳をしようとしても無駄ですよ。あなたが現金と引き換えに会社の内部情報や戦略を売っていたのはもう明白な事実です。この言葉に親子はくそー、ぐー、なんでこんなことにとうなることしかできなかった。これだけの証拠が揃えばもう逃げられないだろう。専務はその場で崩れ落ち、斉藤は頭を抱えて机に突っ伏した。その後、斉藤親子だが2人とも会社に対する背任行為で懲戒解雇になった。また情報を流出させたことに対して会社は裁判を起こし、彼らは逮捕。懲役5年、罰金500万円の判決を受けた。2人はプライドが高くて自分たちの悪事が暴かれたことを相当根に持っていたらしい。解雇される時も逆ギレして、こんな会社こっちの方から辞めてやるなどと暴言を吐いて最後まで態度が悪かった。だけどどんなに騒いだとしても自分たちが罪を犯したことは変わらない。おとなしく刑務所に服役してしっかり反省するべきだ。そういえば俺は一度参考人として彼らの裁判に出席したのだが、斉藤はまだ俺よりも随分若いはずだったのに、逮捕されたことがショックだったのか短い間にぐっと老けていた。白髪だらけの頭に頬がこけて、見ようによっては
俺よりも10歳くらい年上のような感じになってしまっていた。俺はその後も企業相手のシークレットエージェントの仕事を続けている。例の飲食チェーンの社長が社長仲間にも俺の評判を宣伝してくれたおかげで、なんとも忙しい日々だ。これからも会社の規律を守るために潜入調査に勤しむ日々だ。